始まっていいのハローワールド、漫画先輩だよ。今日も始めていこう。今日は質問会だ。YouTube のコメントに質問をくれた皆さんありがとう。あとファンボックスに応援してくれた上井先生ありがとう。応援してくれた人は名前をね出していくことにしようかなと思ってるぞ。みんなどんどん応援してくれ。さあ、じゃあ質問お願いします。はい、質問です。リュウインさんからの質問で、編集部に直接漫画を送っても良いものでしょうかと。やっていいのならばどのようにしてやるのか、そしていつが良いのか、それとも賞の時期を待った方が良いのか。なるほど。ということです。これは海外の方かな？面白い。なるほど。その発想はなかった。素晴らしいぞと思っている。これは海外の方ならではのナイス発想、ナイスアイディア。ジャパニーズのアイディア的に言えば、基本作品を見てもらおうと思ったら、持ち込みに行くか、賞に出す。投稿というのは、イコール賞に出す勝負ですよ。コンテストのことを言っていて、だからそのまま何でもなく原稿を編集部にエディタールームにね持っていくってことは、郵送するっていうことはあんまり聞いたことは正直ない。だからまずはコンテストを狙うっていうのが通常なんだけど、漫画先輩は今言われてハッとした。確かにいきなり送りつけても面白いかもしれないそれはあり得るよね。ただ僕の感覚から言うと、あそこ普通にオフィスフロアなので、編集部って多分そうやって急にその原稿来ても誰のってなって誰宛てかわからない Who are you です多分どこにもたどり着かないで放置みたいなことになる可能性があるなと思ってて、だったら多分ちゃんと宛名は大事な気がする。宛名 To ですよ。To ネームが大事な気がする。例えばこれでこんなこと言ったらクソ迷惑なのかな。編集長の名前とかね書いちゃったらさ、それは編集長は見るよ。何を余計なこと仕事増やしてんだってことになるか。でも例えば知り合った編集さんのね名刺とかあるんだったら全然送っちゃっても良さそうなもんだなっていう気もするし、こんなチャレンジもありなんじゃない？わかんないありえなくはない。それはすごいレアなチャレンジだとは思ってほしいな。絶対返事が来るっていう保証もあっても全然ない。だから普通はコンテストだよねって思って。OK で、あとはコンテストってどうやって探すのっていうと、割とコンテストいっぱいあるんですよ。ジャパンのコンテスト。同じ編集部の中でもいろんなコンテストあって、まず月例賞とかいうのあるのね。マンスリーコンテスト。そしてもうちょっといい半年に一度とか3ヶ月に一度の賞とかあったりする。これ何賞っていうか、それぞれ結構言い方別なんだよな。四季賞とかさ、有名なのある。講談社がやってるやつ。あとは小学館だと新人コミック大賞とか、あとはジャンプとかだと手塚賞とかね、あとは千葉哲也賞とか、割とだからこの有名な大きめな賞もある。で、これは何が違うかっていうと、月例賞は大体ね、その編集部の中で決めちゃったりするんだけど、大きめな賞になってくると、その編集部じゃないいろんなところもいっぺんに見たりする。あとは最終的に漫画家の先生も結構ここら辺で審査員になっていたりする。審査員ジャッジメントになってたりするんですよ。っていうのがあるので、これどっちがいいかっていうのは結構ね、それぞれいろいろあるぞ。まず、月例賞の方が少ないっていう。で、こっちの方が投稿者、これ多分多い。多いぐらい出したいですね。メニューやった。メニューなので、多分こっちの方が取りやすいですよ。ゲットコンテストしやすいです。なんだけど、たまにね、編集部受けの悪い作風の人って結構いる。むしろ漫画家の人が面白いねっていう人って結構いるんだよね。どういうのかっていうと、ちょっとやっぱ商業から外れるようなね、作品とか、もう思いの丈を見てくれみたいなね。もうとにかく漫画家さんも見てくれみたいなもんであるんだったら、もしかしたらこっちの審査員にね、ジャッジメントに響いてですね、いい結果になる可能性もある。だからいろんな人に見せて漫画描きにね響くような作品だなって思ってたら、もうこっちに頑張ってチャレンジしてみることもありかもしれない。さあ、というわけでね、これここら辺だからめっちゃいっぱいあるんですよ。メニあるのジャパンだと今で、だからそれを調べるには割といいサイトある。例えばマンナミ、これ割としっかり賞の情報を集めてるんだけど、これ全然このサイトみんな知らなくてかわいそうっていうなんでなのって思っているですよね。ワンナビみんな見てあげるといいんじゃないかな。すごい頑張って作ってるよ。あとはね、これ僕も最近教わったのかなんだけど、ペコリね、じゃーん。
これは何かというと、なんかもういろんな賞がずらーってあるものらしい、コミュニティに置いてあるらしいから、そもそもコミュニティにどうやって来るんだよっていうね、ことはあるような気がするけれども、ジャパンに来た際にはぜひ寄ってみるといいんじゃないだろうか。そんな感じかな。はい、じゃあまとめると、月齢賞の方が、言っちゃえばリトル賞だ。リトルコンテストなので、多分、投稿作も少ないし、ゲットしやすい。こっちの方がビッグ賞なんだな。ビッグ賞だから、ちょっとチャレンジになる。その代わり、多分賞金もビッグだし、地位と名声もビッグ。ネームもボイスもビッグですよ。そうだな。その代わりちょっと難しいが、漫画家の先生も見てくれるのはこっちだったりするので、ワンチャンある。ワンチャンスです。あとはね、もうちょっとじゃあ小ネタ的なこと言うと、こういうビッグコンテストはですね、例えばじゃあこれから8月の31日締め切り間に合わないみたいになるわけですよ。ね、間に合わないと、じゃあもう9月になっちゃったみたいになると、9月の月齢賞はこの大きな賞に間に合わなかった人が結構ここにいるので、このでかい賞の後のこれはあんまり狙い目じゃない。それは覚えておくといいんじゃないかなって思っている。そんな感じかな。じゃあみんな賞を取ってデビューしようね。じゃあまたねー。さあ、じゃあ、画面。できれい腰これいつか漫画先輩がやられるかな。収録中に画面右下にね、サークルがあったり、いいねボタンがあったりするので、プリーズプッシュ。画面下にも登録ボタンがあるので、プリーズプッシュ。あとは、ファンボックス。ファンボックスがみんな応援してくれるととても嬉しいな。じゃあそんな感じでお願いします。腰には気をつけてね。